ここに一枚の写真がある。原爆が落ちる前の広島の街の姿である。川辺に立つ緑のドームの建物は産業奨励館。後に原爆ドームと呼ばれることになる建物だ。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味なます。この街の、この人たちの朝がどのように失われたのか。今からちょうど81年前、昭和20年8月6日午前7時31分、広島の警戒警報は解除された。上空に現れた B29 がわずか1機で飛び去ったからである。市民は防空壕を出て、いつも通りの朝を始めた。13歳の少年は母の作った弁当を持って家を出た。3歳の男の子は玄関先で大好きな三輪車にまたがった。14歳の少女たちは満員の市電を走らせていた。出張中の若い技師は今日で広島とお別れだと会社へ急いだ。それから44分後、午前8時15分、人類史上初めて原子爆弾が実戦で使われた。この動画はその朝、広島にいた10人の記録である。10人は全員が実在の人々だ。弁当の少年と三輪車の男の子、電車の少女たちと観測をやめなかった気象台の男たち、シャッターを切れなかった新聞カメラマン、広島と長崎で2度被爆した男、生涯被爆者を見続けた軍医と世界に伝えた牧師、助かった人々が運ばれた小さな島、そして10年後に折り鶴を折り続けた少女、それぞれのいつも通りの朝と8時15分とその後の人生を一人ずつ辿っていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。あの朝、広島に落とされた爆弾はどこから来たのか。まずその話から始めたい。原爆はアメリカの国家事業として作られた。暗号名マンハッタン計画、動員12万人以上、資金20億ドル。働く者のほとんどが何を作るのか知らされない極秘の巨大事業である。そして昭和20年の春、完成が近づくと、どの町に落とすかを決める目標選定委員会が開かれた。条件は大きな市街地で軍事的な価値があり、そしてまだ空襲で焼かれていない無傷の町であること。無傷でなければ新型爆弾の威力を正確に測定できないからである。選ばれた候補の町への通常空襲は意図的に禁止された。日本の66の都市が焼かれ、隣の軍港呉が燃えても広島にだけ空襲が来なかった理由がこれである。市民はアメリカに親戚のいる人が多い町だからだなどと噂した。だが本当は幸運でも偶然でもなく、実験台として無傷のまま取り置かれていたのだった。町は選ばれていたことを知らなかった。その広島は明治から続く西日本随一の郡都である。宇品の港からは半世紀にわたり兵士たちが戦地へ立ち、昭和20年4月には本土決戦に備える第二総軍司令部が置かれた。人口はおよそ35万。川が幾筋も流れるサンカクスの町には市電が走り、川辺には緑のドームの産業奨励館、後に原爆ドームと呼ばれるあの建物である。そしてこの夏、町では建物疎開が進んでいた。空襲の延焼を防ぐため、家屋を壊して防火帯を作る作業である。その人手として動員されていたのが中学生や女学生たち。8月6日の朝に作業へ出ていた学徒はおよそ8000人と推計される。来ない空襲に備えるために、子供たちが屋外に並んだその朝、2つの時計の針が重なった。
一人目は13歳の少年である。名前は折面茂。広島県立第二中学校、通称広島二中の1年生だ。8月6日の朝、母の茂子は市議の好物の大豆を入れた麦ご飯の弁当を作った。市議はその弁当箱を下げて元気に家を出て行った。大豆は配給ではなかなか手に入らない。母が市議のために少しずつ蓄えておいたものだったという。行き先は建物疎開の作業現場、市の中心を流れる本川の土手である。爆心地からわずか500メートルほどの場所だった。8時15分、本川の土手には広島二中の1年生321人と先生4人が並んでいた。作業が始まろうとした時刻である。321人の生徒と4人の先生はこの朝全員が死んだ。母の茂子は崩れたがちを茂を探して歩き続けた。そして3日目の朝、本川の土手で骨になった息子を見つける。その胸の下にあの弁当箱が抱えられていた。傍らにはひしゃげた水筒もあった。蓋を開けると大豆入りの麦ご飯は真っ黒な炭になっていた。市議は母の弁当を食べることなく言ったのである。真っ黒に炭化したこの弁当箱は今広島平和記念資料館に収蔵されている。資料館を代表する遺品として世界中の人がこの弁当箱の前で足を止める。あの朝、市議と同じように屋外で作業していた学徒たちのうちおよそ6000人以上が死亡したとされる。弁当を持って家を出た朝がそのまま最後の朝になった子供たちである。二人目は3歳の男の子である。名前は鉄田二真一。家族からはしんちゃんと呼ばれていた。しんちゃんの宝物は一台の三輪車だった。物のない戦時中に手に入れてもらった自慢の三輪車である。8月6日の朝もしんちゃんは玄関先でその三輪車にまたがって遊んでいた。鉄谷家は爆心地からおよそ 1.5 キロ。1時15分、しんちゃんは三輪車ごと閃光と爆風に包まれた。そしてその夜、家族に見取られながら息を引き取った。3歳と11ヶ月だった。父の信夫は考えた。こんなに小さな子を一人で暗いお墓に入れるのはかわいそうすぎると。だから父はしんちゃんをお墓に入れなかった。大好きだった三輪車と一緒に自宅の庭に埋めたのである。いつでもそばにいられるように。それから40年、1985年の夏、年老いた信夫は庭を掘り起こした。土の中からは小さな骨と錆びた三輪車が現れた。しんちゃんの遺骨は40年目にようやく家族の墓に収められ、三輪車は平和記念資料館に寄贈された。しんちゃんの三輪車、今資料館で最もよく知られた遺品の一つである。錆びて歪んだ小さな車体の前で世界中の親たちが自分の子供を持って立ち尽くす。3人目は一人ではない。市電を動かしていた少女たちである。戦争で男たちが次々と戦地へ取られ、広島の路面電車は動かす人がいなくなっていた。そこで広島電鉄は学校を作った。広島電鉄科聖女学校。14歳前後の少女たちが半日は勉強し、半日は電車に乗務する。車掌として、そして運転士として、10代の少女たちが軍との足を支えていたのである。8月6日の朝も少女たちは始発から市内を走っていた。月曜日の満員電車である。今映っているこの651号もあの朝市内を走っていた一両である。8時15分、少女たちは走る電車ごと被爆した。学校に在籍していたおよそ300人のうち生徒29人と先生1人が亡くなった。だがこの物語には続きがある。被爆からわずか3日後と8月9日には市内電車が一部の区間で運転を再開するのである。普通区間を仮復旧させた小糸西天満町の間、焼け野原に電車が走った。焼け跡を走る電車の実際の写真が残されている。そしてその電車には傷を負った生き残りの少女たちが
再び乗務していた。すべてを失った市民たちは廃墟を走る電車を見て思ったと伝えられる。広島は死んでいないと。あの日、市内を走っていて焼け残った電車のうち651号と652号は81年経った今も被爆電車として広島の街を現役で走り続けている。8月6日には今も特別運行が行われ、あの日を知る車体が慰霊の一日を静かに走る。4人目も名もなき男たちの一団である。広島市の南江波山の丘に広島地方気象台が立っていた。気温、湿度、風向き、気圧、毎日決まった時刻に空を測り記録する静かな役所である。8時15分、爆心地から約 3.6 キロの気象台は爆風で窓が砕け、庁舎が壊れた。ガラスの破片で職員たちも血を流した。だが、この気象台の記録簿には昭和20年8月6日の欄にも空白がない。傷を負った職員たちが割れた速記をかき集め、その日も定時の観測を続けたからである。彼らは立ち上るキノコ雲の形を記録し、やがて降り出した黒い雨も観測した。街が消えた日も空を測る仕事をやめなかったのである。派手な英雄譚ではない。だが、この淡々とした職業倫理が後に原爆被害を検証するための貴重な科学記録を残した。気象台の男たちの戦いはその後も続く。翌月の9月には枕崎台風が壊滅した広島を直撃し、気象台は被爆と台風という二重の災害の記録物になっていく。観測をやめなかった男たち、その記録は今も気象庁に残されている。そして江波山の旧庁舎は被爆建物のまま保存され、現在は気象をテーマにした博物館になっている。5人目は32歳の新聞カメラマンである。名前は松重義人。中国新聞の写真部員だった。爆心地から約 2.7 キロの自宅で被爆した松重はカメラを手にして燃える市内へ向かった。記録しなければならない。それが報道カメラマンの仕事だからである。だが、市の南のみゆき橋までたどり着いた松重は、橋の上の光景を前に動けなくなった。そこには逃げてきた人々が折り重なるようにいた。松重はカメラを構えた。構えたまま30分間シャッターを切れなかったと後に証言している。ファインダーは涙で曇った。それでも彼は指に力を込めた。撮らなければこの日があったことが残らない。その日、松重が撮影できたのは5枚。たったの5枚である。だが、この5枚が8月6日当日の広島の地上で撮影されたほぼ唯一の写真になった。これらがその5枚の写真である。1枚目、午前11時頃のみゆき橋西詰め。建物疎開の作業中に被爆した中学生や幼子を抱く母親たちがここまで逃げ延びてきていた。ひどい焼け手でこの世の人間とは思えない姿の被爆者たち。その中で警察官が傷口に食用油を塗って応急手当てをしている。薬などない。油を塗ることだけが唯一の治療だった。2枚目、同じくみゆき橋でうつむいて座り込むセーラー服の少女たちの後ろ姿。彼女たちは動員先で爆風に吹き飛ばされ、壁に叩きつけられた。白い服の背中にある黒ずみは突き刺さったガラスから流れた血のシミである。松重はこの2枚目のシャッターを切るとき、憤激と悲しみで涙でファインダーが曇っていたと語っている。3枚目、午後2時頃、松重は一度自宅兼理髪店に戻る。爆風の凄まじさを記録するためだ。窓枠はへし折れ、爆心地側の壁はすべて抜け落ちて大きな穴が開いている。散乱した室内には身重の妻が座り込んでいた。4枚目、自宅の窓から電車通りを挟んで向かい側を見た光景。そこにあったはずの日照某所の出張所が爆風によって無残に倒壊している。松重はまるで積み木を崩すように
一瞬で崩れてしまった。と、その恐るべき破壊力を書き残している。そして最後の5枚目。午後4時過ぎの南町。額に傷を負い、血の滲む包帯を巻いた宇品署の巡査が道端で被災者に囲まれている。彼は自分自身も負傷しながら市民のために罹災証明書を書き続けていたという。すべてが破壊された町で、それでも自分の職務を果たそうとする姿だった。キノコ雲を空から撮った写真はアメリカ軍にいくらでもある。だが、雲の下で人々に何が起きていたのかを写した写真は泣きながら切られたこの5枚しかないのである。松重義人は戦後も広島で生き、2005年92歳で死去した。彼の5枚は今も世界中の教科書と資料館であの日の地上を伝え続けている。6人目は29歳の造船技師である。名前は山口努。長崎の三菱重工長崎造船所に勤めていた。山口は3ヶ月に及ぶ広島出張の最中で、8月6日はその最終日だった。明日には長崎の妻子の元へ帰れる。そんな朝である。8時15分、造船所へ向かう途中、爆心地から約3キロの路上で、山口は閃光に包まれた。顔と腕に銅やけどを負いながら、生き延びた山口は8月8日、混乱の中を列車で長崎へ帰り着く。そして翌9日の朝、包帯姿のまま会社に出勤した。上司に広島での出来事を報告するためである。一発の爆弾で街が丸ごと消えました。そう報告する山口に上司は言った。一発で街が消えるなど、そんなバカな話があるか。と、その瞬間である。窓の外が白く光った。午前11時2分、長崎への原爆投下。山口は爆心地から約3キロの社屋で2度目の被爆をした。広島と長崎、人類史上2回の原爆にその両方であった男である。山口努はその後も生き続け、2009年、広島と長崎の両方の被爆者として公式に認定された。政府に二重被爆を認定された唯一の人である。その存在は海外メディアにも大きく報じられ、世界で最も運の悪い男、そして最も運の強い男と呼ばれた。晩年まで語り部として体験を伝え続け、翌2010年、93歳で世を去った。彼は生前、こう語っている。2度も原爆にあって生かされた自分には伝える義務がある、と。7人目は28歳の軍医である。名前は飛田俊太郎。広島陸軍病院に勤める若き医師だった。8月5日の夜、飛田は郊外のへさか村の農家から9秒の子供の往診を頼まれる。夜道を自転車で駆けつけ、そのまま村に泊まり込んだ。この偶然の往診が彼の命を救うことになる。8時15分、飛田は爆心地から約6キロのへさか村で閃光を見た。医師である彼はすぐに広島市内へ向かい、その日から不眠不休の救護に当たる。だが、医師としての本当の戦いはそこからだった。目立った傷のない人が次々と死んでいくのである。髪が抜け、歯茎から血が流れ、体に紫の斑点が浮かぶ。元気に見えた人が数日後にあっけなく亡くなる。後に急性放射線障害と呼ばれる症状である。だが、当時の医師たちはその正体も治療法も知らない。診察する飛田自身が恐怖と無力の中にいた。飛田は後にこう語っている。医者としてあの日から一日も原爆を離れられなくなった。と、その言葉の通り、飛田俊太郎は生涯を被爆者医療に捧げ、診察した被爆者は数千人に及んだ。体がだるく、働けない。そう訴えて、怠け者と誤解された被爆者たちの慢性症状に、原爆ブラブラ病という名を与え、寄り添い続けたのも彼である。2017年、100歳で亡くなるまで、彼はあの朝の医師であり続けたのである。8人目は36歳の牧師である。名前は
谷本清。広島の中心部にある流川教会の牧師だった。8月6日の朝、谷本は市外にいた。教会の荷物を郊外へ運ぶ荷物疎開の手伝いのためである。その偶然が彼を救った。8時15分、郊外の丘で閃光を見た谷本は、誰もが逃げ出してくる燃える市内へ逆に走り込んだ。教会の信者たちが家族が町の中にいるからである。川辺にたどり着いた谷本は小さな船を見つけ、水を求めて川に入り、溺れていく負傷者たちを来る日も来る日も船で対岸へ運び続けた。この谷本の名を世界が知ることになる。戦後の1946年、アメリカの記者ジョン・ハーシーが広島を取材し、谷本ら6人の被爆者の体験を一冊のルポにまとめた。題はただ一言、広島。雑誌ニューヨーカーが全紙面を使って掲載したこのルポは、泥爆の下で何が起きたのかを初めて世界の一般市民に伝えた。世界が広島を知ったのはこの牧師の証言からだったと言っていい。谷本の戦いはその後も続く。顔や手にケロイドを負った若い女性たち、いわゆる原爆乙女のアメリカでの治療手術の実現に奔走し、親を失った原爆孤児を海外の里親とつなぐ精神養子運動を進めた。1955年にはアメリカのテレビ番組に出演し、その生放送でエノラ・ゲイの元搭乗員と対面までしている。原爆を落とした側と落とされた側がカメラの前で握手を交わしたのである。憎しみではなく救済を選び続けた牧師は1986年77歳で世を去っている。2人目は一つの島の物語である。広島湾に浮かぶ似島。宇品の沖合およそ3キロの小さな島である。この島には陸軍の検疫所があった。戦地から帰る兵士たちの感染症を検査する施設である。8月6日の午後からこの島の桟橋に船が次々と着き始めた。積まれていたのは市内から運び出された遠やけどの人々である。検疫所はそのまま巨大な野戦病院になった。運ばれた人の数は数日間でおよそ1万人。だが島に薬はほとんどない。軍医と衛生兵と動員の学徒たちは包帯と油だけで手当てを続けるしかなかった。助けを求めて運ばれた塔で多くの人々が名前も告げられないまま亡くなっていった。亡骸は島に埋葬された。後に千人塚と呼ばれる合同の墓である。掘り出された遺骨の中には幼い子供のものも多くあった。戦後この島では2度にわたる大規模な遺骨発掘が行われ、今も慰霊碑が瀬戸内の海を静かに見下ろしている。助かった者が運ばれた島が多くの人にとって最後の島になった。似島はそういう島である。修学旅行の子供たちが今はこの島を訪れ、桟橋からあの日と同じ海を眺めている。最後の一人はあの朝まだ2歳だった少女である。名前は佐々木貞子。8時15分、貞子は爆心地から約 1.6 キロの自宅で被爆した。爆風で吹き飛ばされながら奇跡的に傷一つなかった。そして貞子は健やかに育つ。小学6年生になった貞子は学年でも指折りの俊足で、運動会のリレーでは選手として走り抜けた。原爆から10年が経ち、家族の誰もがあの日の心配を忘れかけていた。だが1955年の冬から体に異変が現れる。首の周りのしこり。診断は白血病だった。当時原爆症としての白血病は死の病である。貞子は広島赤十字病院に入院した。その病室で貞子が続けたことがある。鶴を折ることだった。千羽折れば願いが叶う。そう信じて包み紙や薬の包み紙までも使い、小さな小さな鶴を折り続けた。折った鶴の数は1000羽に届かなかったという物語が有名だが、1300羽を超えていたという遺族の証言もあり、資料館は
1300馬超の説をとっている。どちらにせよ、少女は最後まで折ることをやめなかった。8ヶ月の闘病の末、1955年10月25日、佐々木貞子は12歳で世を去った。その死を悼んだ同級生たちが立ち上がる。原爆で亡くなったすべての子供のために像を作ろう。呼びかけは全国に広がり、募金は3年後、形になった。平和記念公園に立つ原爆のこの像である。台座にはこう刻まれている。これは僕らの叫びです。これは私たちの祈りです。世界に平和を築くための。像の頂上では、貞子をかたどった少女が金色の鶴を掲げ、その足元には今、世界中から毎年およそ1000万羽の折り鶴が届けられている。貞子の物語派、貞子として絵本や本になり、今では世界中の教室で読み継がれている。8月6日の夜、広島の街は一面の火の海になっていた。その炎は遠く離れた山あいの村からも見えたという。昼過ぎには放射性物質を含んだ黒い雨が降り、逃げ延びた人々をさらに濡らした。夜を徹して周辺の町から救援隊が焼け跡へ入り、生き残った人々を新島などへ運び出し続けた。広島との通信は途絶し、軍の中央には断片的な報告だけが届く。広島市は一発の爆弾で全滅に近し、この第一報の伝聞をめぐる混乱は陸軍の伝聞30選の動画で詳しく語っている。答えは敵のそばから届いた。10日から16時間後、トルーマン大統領の声明である。それは原子爆弾であると。そして歴史は一気に動く。8月9日、長崎に2発目の原爆。あの山口泰治が1度目の閃光を見た日である。同じ日、ソ連軍が満州へなだれ込み、14日、日本はポツダム宣言の受諾を決め、15日の玉音放送で戦争は終わった。8時15分からわずか9日のとのことである。そして広島の犠牲者は昭和20年の末までにおよそ14万人に上ったとされる。閃光の一瞬に亡くなった人と、火傷と放射線に苦しみ、その年のうちに亡くなった人、合わせての数字であり、当時の広島の人口のおよそ4割にあたる。10人の物語派、この14万分の10に過ぎないのである。81年が経った今の広島を歩いてみる。平和記念資料館の展示室には、折面茂くんの真っ黒な弁当箱と、しんちゃんの錆びた三輪車が静かに並んでいる。2人の少年は遺品になって今も広島にいる。街に出れば、あの日を生き延びた被爆電車651号が現代の乗客を乗せて今日も市内を走り続けている。少女車掌たちが命がけで守った路線の上尾である。平和記念公園では原爆のこの像の足元に今日も世界中からの折り鶴が積まれ、貞子さんの金色の鶴がその全部を見下ろしている。気象庁にはあの日も途切れなかった観測記録が残り、図書館を開けば松重義人の5枚と谷本清を書いた広島がある。山口勉や飛騨俊太郎ら語り部たちの証言は映像として記録され、今も世界中で再生され続けている。10人のいつも通りの朝葉、こうして形を変えながら今も広島の中にあるのだ。そしてこれらはすべて81年前の8月6日午前8時14分まではどこにでもあるただの弁当箱で、三輪車で、電車で、ただのいつも通りの朝だった。昭和20年8月6日午前7時31分、警戒警報の解除から8時15分までの44分間、弁当を持って土手に並んだ少年も、三輪車にまたがった男の子も、満員の市電を走らせた少女たちも、誰一人その44分の意味を知らなかった。街が無傷のまま実験台に選ばれていたことも、上空へ向かう B29 が何を積んでいたのかも、誰も
知りようがなかったのである。だからこの動画は教訓を語らない。ただ、10人の朝があったことを記録するだけである。今、8月6日の夜の広島では、原爆ドームのほとりの川に灯籠が流される。一つ一つの明かりが一人一人のあの朝である。カラーで蘇った写真の中に、あの朝の広島の人々は確かに生きていた。私たちと同じように、いつも通りの朝を生きていた人々である。そして、私たちが今生きている平和な日本は、あの朝、広島で亡くなった先人たちの犠牲の上に立っている。平和は当たり前にあるものではない。14万の犠牲の上に、ようやく私たちに手渡された尊いものである。私たち日本人は、その平和の尊さと、いつも通りの朝を日常ごと奪われた人々のことを決して忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。